皆さん、こんにちは。ゆきです。日本語のビデオポッドキャストへようこそ。今日は日本語の何々がいという言葉を紹介します。この部分に入る言葉はいくつかあります。例えば、生きがいとかやりがいという日本語を聞いたことはありますか？生きがいといえば、皆さん、この本は知ってますか？英語で生きがいという本が世界で大ヒットしています。日本語版です。ここに小さく書いてあるんですけど、生きがいは The Little Book of 生きがい The Essential Japanese Way to Finding Your Purpose in Life で書いてあります。で、この会というのは、この会、生きがいの害、これは生きると会という2つの言葉がくっついて1つの言葉になっています。この会という言葉には価値があるとか意味があるという意味で使われます。例えば、やってよかったって感じる気持ちとかを表すときに使います。ちなみにこの会という漢字もありますが、もともとはひらがなで、後からこの会という漢字が当てられたみたいです。皆さんもう気づいてると思いますが、会という言葉は音は K の音です。だけど、生きるに会がくっついたら生きがい。やるに会がくっついたらやりがい。音がくの音からぐの音に変わります。この会そのままでもよく使われます。会があると会がない。あるとない。あるはポジティブな意味。ないはネガティブな意味になります。例えば、会があるだと、意味や価値がある、ポジティブな意味。解がないというのは意味がなかった、無駄だったみたいなネガティブな意味で使います。じゃあこの文章を聞いてみてください。頑張った甲斐があって JLPT に合格したよ。これは頑張って勉強をたくさんしてその努力が報われた、努力した意味があった、合格したから今までいろんなものを我慢して勉強をたくさんしてきたこの努力が意味があったという意味で甲斐があったと言います。じゃあこの甲斐がないを使ったらどうなりますか？毎日3時間も勉強したのに、その甲斐もなくて JLPT に不合格だったよ。これは1日に3時間、毎日3時間、たくさん勉強して、たくさん努力したけど、合格できなかった。今までの努力が合格という結果にならなかったということで、甲斐がないという言葉を使っています。この甲斐という言葉が変化して面白い言葉になっています。この甲斐を2つつなげて、後ろに C をつけます。すると、甲斐がいしいという言葉になります。これは一生懸命働くとか、テキパキ働くという意味で、
特に家の中でよく働く人に使ったりします。例えば、家の中でいつも家の仕事、掃除をしたり、洗濯をしたり、ご飯を作ったり、ずっと家の中で働いている人がいたとします。そういう時に彼女は海外しい人だねと言ったりします。で、この買という言葉が性格を表す時もあります。性格を表すときは、解の後ろに小という性格の性という漢字で小と読みますが、解消と言います。これも後ろにあるとかないをつけます。解消があるとか解消がないと使います。解消があるはポジティブで頼りになるとかしっかりしているみたいな意味です。解消がないというのはネガティブな意味になって頼りにならない人に使ったりします。例えば、彼は解消がある人で会社でとても頼りにされています。これは褒め言葉として使っています。では、解消がないを使ったらどうなると思いますか？例えば、彼は解消がなくてすぐ仕事を辞めてしまったとか、解消がなくて仕事をクビになったという使い方をします。これはあまりいい意味ではないですね。クビになるというのは fired の意味です。こうしてみると、解という言葉はいろんなものとくっついたりして、いろんな時に使う言葉で面白いですよね。さっき紹介したこの生きがいの本。生きがいというのは生きるとこの解がくっついて一緒になって生きがいという単語になっています。英語でこの本を読んだことがある方もいるかもしれませんね。いろんな国で翻訳されているので、もしかしたら国の言葉で読める人もいるかもしれません。生きがいというのは生きる意味とか生きる価値みたいな意味です。人生に意味がないと思うときには生きがいがないと言ったりします。やりがいという言葉もこれによく似ていて、特に仕事の時に使います。例えば、この仕事はやりがいがあるとか、この仕事はやりがいがないみたいなことです。日本人は仕事を選ぶときにやりがいがあるかないかとても大切にする人が多いです。皆さんの国ではどうですか？やりがい、生きがいに似ている言葉や考え方はありますか？もしよかったらコメントに書いて教えてください。この動画をたくさんの人が何回も見てくれたり、コメントをしてくれたりしたら、私も動画の編集しがいがあります。いつもコメントを楽しみにしています。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。
今日もいい日になりますように。じゃあまたね。バイバーイ。